ソニー最高峰のレンズ G マスターレンズ。その G マスターレンズのラインナップの中でも 1,2 を争うぐらい使いやすいのがこの 24mmF1.4GM とこの 35mmF1.4GM、 この2本だと思います。今回の動画では僕が実際にたくさんの場面で使ってみて、どっちの方がどういう人に合っているのか、その徹底比較と使った感想も含めて僕なりの見解をお話ししていきます。どうも、ケイスケです。 G マスターレンズ憧れですよね。僕も一番最初に確か買った G マスターのレンズがこの 35mmF1.4 で、今撮影してるのが 2470mmF2.8G マスター GM2 で、最近買ったのがこのね 24mmF1.4GM ということで、着々とその憧れのレンズが増えていっています。G マスターレンズ何かっていうと、ソニー最高峰のレンズですよね。例えば描写、画質がめちゃくちゃいいとか、オートフォーカスがめちゃくちゃいいとか、あとは動画の時の手ブレ補正もかなり効くとかで、値段も最高峰とっていうのが、G マスターのレンズなんですけども、こんな何本も買えないやん。てか買わないやん。この 24mm は実はね、モロンノンちゃんに譲ってもらったんで、ちょっとねお安めに譲ってもらいはしたんですけども、それ以外のレンズに関しては約20万近くするわけですよね。1本20万のレンズってそんな何本もポンポン買えないやん。でそれでいてこのね 24mm と 35mm ってちょっと用途が近いんですよ。万能であるがゆえに2本持ってると2本とも持っていくってことあんまりないんじゃないかなと思います。かなり用途が被るから。ということで今回はそんな迷いがちな2本 24mm と 35mm の比較していきたいと思います。でちなみに今回の動画に関しては業務向けではないです。仕事向けだったらその仕事に応じて選んでくれよって思うじゃん。これはもう少し広く撮りたいから 24mm だとかね、逆に被写体に少し寄りたいから 35mm の方が雰囲気が出るなとか、そういう業務の場合って基本的には作品によってレンズを変えるべきだと思うので、今回に関してはそういう業務じゃなくて、もちろん仕事で使ってもいいんですけども、どっちでも変えるわけではなくて、どっちか選ばなきゃいけない時にどういうレンズがいいんですかっていう話、僕の使った経験も含めて、お話ししていきたいと思います。でね、もう先に結論も言います。結論を言うと、動画の方が使うこと多いよ。動画7割ぐらいで写真は3割ぐらいですっていうんであれば、僕は 24mm を押します。逆に写真の方がちょっと多いですと、写真7割6割7割で動画は3割です。もしくは写真いっぱいでもいいんですけども、そういう場合であれば 35mm の方が合うことは多いと思います。これなんでこんな結論になったのか、これからじっくり話していきます。早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい。ということで今回はこの2つのレンズ 24mmF1.4GM と 35mmF1.4GM、 この2つのレンズの比較をしていきたいんですけども、この2つのレンズ冒頭でも言った通り用途も似通っていればスペックもかなり似通っています。軽くスペックの話をすると、発売としては 24mm の方が先で、確か2018年かなに発売されています。に対してその3年後、2021年に発売されたのが 35mmF1.4 って形なので、35mm の方が新しいんですが、光学性能的にもスペック的にもかなり似てる部分はあって、まず焦点距離は24mm、35mm ですよね。ちょっと違うんですけども、開放の F 値は F1.4 からどちらもスタートになって、最大絞った時には F16 がマックスになります。で、絞り羽の枚数、このね、中の絞り羽っていうのがあるんですけども、この枚数も一緒で11枚になってるし、フィルター径に関しても 67mm で一緒という形になっています。で、重さに関しては 24mm の方がちょっとだけ軽くて 445g、 対して 35mmF1.4 の方は 524g、 若干重たくなってます。それでも80g ぐらいの違いですね。で、外観に関してもめちゃくちゃそっくりで、もう備えてあるボタンとかはほぼというか一緒です。例えばこういう F 値の絞りリングがあって、その絞りリングを動かす時のクリックっていうのがついていたりとか、あとはカスタムボタンも1個あるし、オートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えスイッチもあるという形で、備えているものはもう一緒ですね。外観もスペックも、あと焦点距離もかなり近いこの2本になっています。で、この2本のレンズどっちも共通してすごくいいなと思うのがF 値ですよね。開放 F 値が
1.4 からいくんですよ。で F 値っていうのはもちろん知ってる人も多いと思うんですけども、数字が低くなればなるほど、F2.8 から 1.8、1.8 から 1.4 ちっちゃくなっていくほどボケ感っていうのは大きくなりがちだし、そのボケ感の陰に隠れてるけど明るさもかなり明るくなります。光を取り込む量っていうのが増えるんですよね。そうすると何がいいかっていうと、夜のシーンとか暗いシーンでも明るさを保ちながら撮影ができるんですよ。例えばね、僕が旅行行く時に昼間は別にいいんですよ。昼間普通に外で撮ってる分には F1.4 でも F1.8 でも 2.8 でも F4 でもそんなに大きく変わらんな、まあボケ感は違うけどね、変わらんなっていうふうには思うんですが、じゃあ1個お店に入る、ちょっと暗くなってくる、まあ例えばキャンプをする、いろんなシーンで使いたいよっていうふうになった時に F1.4 まであるともうノイズ少なく綺麗に撮影ができるんですよね。本当にキャンプの時とかはマジで焚き火のさ明るさしかなかったりするから本当に助かります。てかこのぐらい F1.4 とかじゃないと撮影できないと思う。もうズームレンズとかやっぱ F2.8 とかだと結構ザラザラになっちゃって全然ね、動画とか写真とか撮れてないとかそういうの考えて本当にあったりするんで、なんかそういう厳しい場面でこの F1.4 ってめちゃくちゃ助かるなっていう印象があります。それはこのレンズどっちも共通していることですね。ケイスケの動画、はい、ここまでちょっと2本のスペックとか、概要をご説明したところでそれぞれの、愛というかいいところを語らせてほしいんですけども、まずは 24mm F1.4 ですね。これは実は最近買いました。多分去年じゃないかな。去年モロンノンちゃんと話しててこのレンズ、買わせてもらったんですけども、僕はねこのレンズ欲しくなったのは多分別の動画でも言ってるんですけども、たつきさんっていう YouTube やってらっしゃる方がいて、その人がこのレンズめっちゃ好きなんだよねって言ってたんですよね。でそれでもう本当に欲しくなって僕も買いました。ずっとね頭の片隅にあったんですよ。なんか 24mm F1.4 ってやっぱ良さそうだなって思ったんですけども、僕もともとこれ持ってたんで、いや用途かぶるやんと思って買いあぐれてたんですが、最近中古のね価格とかもかなり下がってきて買いやすくなってきたっていうのもあって、ちょっとやっぱ我慢できなくなり購入してしまいました。でこのレンズ買ってみてぶっちゃけどうだったかでいうとめちゃくちゃいいです。僕この前行ったフィンランドの旅行ほとんどこのレンズ1本で撮影しました。だいたい旅行でいうとズームレンズ持って行ってズームレンズでいろんなシーン撮りたいってなると思うんですよ。なると思うんですけども、フィンランドでね街中とかであればこの 24mm のレンズ1本で全然いけちゃうやんと。いやボケ感もあるし広角な分ね手ブレ補正も 35mm よりちょっと効きやすかったりして、全然手ブレもしないし超使いやすいと思って使ってました。特に僕すごく思ってるのがこの F1.4 のボケ感。もちろん 35mm も F1.4 のボケ感あるんですけども、どっちが F1.4 のレンズとして面白いかの話をすると、僕はこっちの 24mm の方が面白いなって思います。なんでかの話をすると、これレンズって広角になればなるほどボケづらいんですよ。てかボケづらいというかボケが強調されづらいっていうのが正しいと思うんですけども、例えば今のこの撮影も実は 24mm で撮影をしてたりするんですけども、そうすると背景との分離感っていうのが少し少なくなるんですよね。いろいろね、背景にいろんなものが入ってしまうっていうのもあるし、あとは僕自体が近づいちゃうと歪みっていうのが気になってくるんで、ある程度距離を取った方が綺麗に見える。ってことはそうしていくとだんだんねこう絵としてのメリハリがやっぱつきづらくなるんですよ。すごく 24mm って難しい画角なんですよね。写真で撮ろうとしてもなんかボケ感が少なくてパッとしない写真とか生まれたりするはずなんですよ。例えばスマートフォンで撮った写真とかそうですよね。やっぱなんかボケ感が少ないと何を撮ってんのか分かんなくなって、どれがメインの被写体でどれが副題かみたいなのが分かんなくなるはずなんですよね。それがこの 24mm F1.4 の場合は F1.4 のパワーでどうにかしてくれるんですよ。この広角でこのボケ方すんのみたいなのがすごく面白いです。これ本当に本来ボケないシーンでめちゃくちゃボケるっていうのがやっぱりこの 24mm F1.4 の特徴だと思うんで、すごく僕はね使ってて楽しいなっていうふうに思います。あとは僕の場合ね旅行で自撮りすることっていうのもすごく多いし、あとはジンバル使わずに手持ちで行くことっていうのもすごく多いんですよ。やっぱジンバル出すとなんか旅行の楽しさっていうのが半減しちゃうじゃないですか。荷物が重くていつもこれ持ってたらなんか人からねいろいろ見られたりもするし、通れないところもあったりとかして荷物が多くなるとやっぱ大変。そういった理由もあって基本は手持ちで行くんですけども、なんかそんなシーンでも本当に手ぶれを抑えられたりとか、広角なのにボケ感があって印象的な絵が撮れたりとか、あとは今使ってる α7C2 とか僕がメインで使ってる α1M2 ってカメラがあるんですけども、そういうカメラだと画素数が多いので、例えば動画を撮ろうとした時でも 1.5 倍にクロップしても 4K で撮影ができるんですよね。
なので、この 24mm で 1.5 倍ぐらいクロップすると 35mm、手ブレ補正も入れると 40mm ぐらいで撮影ができるんで、これまたちょうどいい距離感なんですよね。本当に動画では使いやすいなっていう風に思います。本当にね、動画面ではもうピカイチで、24mm 広角になればなるほど背景が入る分、心の距離っていうのも見てくれる人とちょっと近くなっていくと僕は思ってるんで、親近感も湧きやすいのに絵はリッチっていう謎の状況になるんですよね。そのコントラストが僕は面白くて普段からこれ使っちゃってます。ただその反面、写真では若干使いづらいというか、そもそも 24mm っていう画角ってすごくやっぱ難しくて、ちょっとね、平行からずれると気になるし、やっぱ歪みが強調されちゃうっていうシーンも多いので、僕はその歪みも活かしながら撮影はしたりするんですけども、若干どんなシーンでもいい写真が撮れるかでいうと、そこは 35mm に劣っちゃうかなっていう感じが僕はしています。ただそれ差し引いても、さっき言ったね、広角本来は親近感が湧いてなんか見慣れた画角のはずなのに F1.4 ですごくボケ感があるから絵がリッチに見える、この楽しさはやっぱ他のレンズにはないですね。ケイスケの動画で、続いて 35mm F1.4GM です。10mm だけ、ほんとたった 11mm ですよ。24mm から 35mm、11mm ずれるだけでこんなに違うのかってぐらい表現が違います。てかそもそもさっきね 24mm ちょっと使いづらいよ、なんか歪みとか気になるよって話したと思うんですけども、それが 35mm になるだけでかなり使いやすくなります。ほんとちょっとの歪みも気にならなくなってくるし、なんか絶妙な距離感になるんですよね。一般的に言うと 24mm って広角レンズなんですよ。で 35mm って広角にジャンル分けされることも多いんですけども、多分、標準域のレンズって言っていいと思う。標準域っていうとカメラのファインダーで撮ろうとした時に大体目で見てる大きさと同じくらいで映るから標準域って言うんですけども、そのやっぱ標準域のレンズだとやっぱ撮ってる感覚がすごく楽というか、変に気にする部分が多くなくていいなっていうふうに思います。例えば100枚写真とか動画を撮ります。その100枚のうち、採用っていう動画写真、それぶどまりって言ったりするんですけども、そのぶどまりが高いのはこっちの 35mm だと思います。例えば100枚写真撮って、80枚90枚めちゃくちゃいいってなった時に 24mm の方はもう少し少ないとは思う。もちろん状況にはいるけど、どんなシーンでも綺麗に撮りやすいかの基準で言うんなら 35mm の方が絶対に上です。でもちろん今の話は写真動画どっちもの話なんですけど、写真も当たり前に撮りやすいし、動画だったらさっきも言った通り、高画素のカメラ α7C2、α1M2 とかであれば 1.5 倍とかのクロップをしても全然画質落ちることなく 4K で撮影ができるので、35mm の 1.5 倍ってことは50mm 手ブレ補正入れて 60mm ぐらいになるじゃないですか。ほんと 60mm だとちょっとした圧縮効果、標準から中望遠ぐらいまで狙うことができるんで、絵力っていうのがやっぱより強くなるというのも僕はね、本当に使ってて使いやすいなっていうふうに思います。で、じゃあ欠点の部分で言うと、やっぱ自撮りができないところですかね。さすがに24mm はギリできるよ。24mm はこうやって遠くにすればなんとか、例えばうちの妻と2人で撮影をするっていう時でも、2人でね入れることができるんですけども、35mm だと多分僕の顔ほぼいっぱいよね。強すぎ。それだとちょっと周りの景色とかもやっぱ入れることができないので、自撮りどっちができますかって言われたらやっぱ 24mm しかないと思う。だからそこの自撮りをするっていう人にはあんま向かないレンズだなっていうふうには思いますが、自撮りしないんであればいつでも絵はリッチに絵力強く撮影することができる 35mm F1.4 もまたこれ大好きですね。ケイスケの動画。はい、ということでそれぞれの特徴をちょっと熱く語ってしまいました。で、正直どっちも大好きなレンズなんですよ。どっちも好きで、強いて言えばじゃあケイスケさん決めてくださいと。いやいや、あんたどっち使ってんねんと言われた時に、最近はね若干 24mm の方が使うこと多い。こっちの方が若干多いです。で、これなんでかっていう理由なんですけども、すごくシンプルで、僕の場合は自撮りをすることが多いからなんですよ。旅行に行った時に基本的には Vlog を撮る、Vlog で自撮りをするっていう風に考えると、これ一本で何でも撮れちゃうから、この前のフィンランドの旅行でも持ってったって言いましたけど、これ一本だけで自撮りしたり外撮ったりいろんなシーン撮れるから、かなりこのレンズで楽に撮影ができてるなっていう感覚があります。で、もう僕の場合はちょっと特殊というか変態で、カメラを動画と写真で別で用意して持ってってるんですよ。旅行の時も右肩に動画のカメラかけて、左肩に写真のカメラかけてるんですよね。で、これなんでかっていうと、やっぱ動画を撮るのと写真を撮るのって別なんですよね。全然考えてること別で、別にしないとやっぱいい動画いい写真それぞれ撮れないんですよ。
だから基本的には動画のカメラと写真のカメラっていうのは完全に別にして、大体僕最近普段はソニーのカメラで動画を撮って、写真の方はフィルムカメラなのか最近買ったシグマ BF を持っていくようにしてるんですが、そういう使い分けをしてるのもあって、動画メインのソニーのカメラではこっちの 24mm の方を使うことが多いです。でも冒頭でも言ったんですけども、やっぱ動画メインの人は 24mm の方がより手ぶれしないし、自撮りもできるし、僕は動画向きだなっていうふうに思います。で、対してやっぱ写真を撮るっていうか、写真がメインっていう話になってくると 35mm の方がやっぱぶどうまりが多い、いい写真を撮れる確率が高いっていう意味で、写真メインの人には 35mm を押したいなというふうに思います。ケイスケの動画てな感じでここまでで 35mm と 24mm 熱く語ってきました。大体概要分かっていただけましたでしょうか？もう本当にいっぱいね喋りたいことがありすぎて喋りすぎてもう声ガラガラなんですけども、熱意伝わったら嬉しいなと思います。本当にどちらもいいレンズなんで、僕はこれ持ってます、私はこっちの方が好きですっていうね意見とかもコメントでお待ちしてます。きっとね僕以外の意見っていうのも参考にしたい人たくさんいらっしゃると思うんで、たくさんコメントくれれば他に見に来た人がそういう理由もあるんだって言ってね購入のきっかけになることもあると思いますんで、ぜひねコメントもたくさんくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。